こんにちは。今回初めてレビューのビデオを上げたいと思います。最近ですね、すごいタロットカードに無性にハマっていまして、この本当に最近発売された5月ぐらいに発売された新しいカードデッキ The Art of Love Tarot The Art of Love Tarot、 このアートワークを描かれたオーストラリアのトニカルミネ・サレルノさん、この方の絵がですね、私すごい非常に好きで、好きってなんかちょっと疑問系も入るのが結構インパクトがある絵なので、最初見た時はなんだろうと思ったんだけど、なんかやっぱり描いてる人のそのなんだろうな、時期もあっていろんな絵がこう変わっていく様子が見られるんだけど、その中でもすごい好きなのがあったりして、とっても気になっていた画家の方、イラストレーターの方、この方が全部このカードの絵を描いてるんだけれども、この元々のそのカード自体を制作した人、画家じゃなくてこのカードの中身を描いた人は、この方もオーストラリアのヒーラーの方なのかな、デニス・ジャービーさん。ちょっとここに本が、ブックレットと、あとカード、実際のカードとしおりまで入ってくるんですよ。すごい、これがなかなかカード、オラクルカードとか他のタロットカードには見られないようなこのおまけのしおりが入ってきていて、全部このお揃いの絵になってるのがすごい素敵だなと思うんだけど、でブックカバーの裏この大胆なこの目から光が出るっていうね、この作風が、好き嫌い分かれるとこだと思うんだけれども、私はこの大胆さがなんか結構ツボにはまりまして、最初見た時結構笑っちゃったんだけど、このなんて無敵の大胆さっていうんですかね、無性に好きで、なんか彼のファンになったんですけど、でその作家の方の紹介がこのブックレットの最後の方に書かれていて、このデニス・ジャービーさんって方はソウルカウンセラーって書いてますね。デニス・ジャービー is a soul counselor and healer who specializes in soul readings。 ソウルリーディングをされている方、多分日本でだとあんまり知られてないっていうか、私は初めて知ったんですけども、YouTube にも載ってるので、ぜひぜひ見てみてください。で、あとこの方ですね、アーティストの方で、ラブを Each work is simply about love。 この絵は本当に単純にもう本当にシンプルにラブについての絵なんだ。特になんだろうな、 There is no particular meaning, each work may trigger something in the viewer or it may not。 なんか特にその絵自体にはこの人はその特別な意味を持って描いてるわけではないみたいなことを書いてるんだけど、まず何が大事かで、まず愛についての絵なんだ。その通り、アート・オブ・ラブ・タロットで、このタロット結構特殊でして、なんだろう、普通の例えばライダーウェイトタロットっていうんですか、この私持ってるんだけど、こういうふうな本当に基本的なタロットの絵とはだいぶかけ離れている、この人独自の絵なので、結構タロットってそのタロットのデッキによってはこの基本的なライダーウェイトの絵に沿ってちょっと作風を変えたようなタロットも多く出てるんだけれども、多分その方がすごいリーディングしやすいんだけど、このタロットはもともとこの方が描いてた絵に、このジャービーさん、デニス・ジャービーさんが多分そのタロットの意味合いに合ったような絵を抜き出して、それで描いているので、若干強引さが否めないんですよ。で、多分このタロットのために描いた絵も中にはいくつかある感じなんだけれども、比較的ね、そのタロットの意味と絵がマッチしてないものがあって、でこれがその肝心なタロットなんだけど、すっごいね、
この逆さに正位置と逆位置タロット見るんだけど、これハートが書いてるのでもう分かっちゃいますね、どっちか。でもまあここ隠せばそんなに分かんないかな。で肝心のカード、じゃあこちらメジャーアルカナの方からちょっと1枚ずつ絵の方紹介していきたいと思います。名前が結構変わっていて、忍者のカードフールが The Beginning、 イニシエーション、始まりっていう風になってます。マジシャン、インパルス、弾み、勢いで、これが3番目のカード、これハイプレステスかな、読めないや、イントゥイション、直感、The Empress、Mother、母、Father、父、エンペラーのカード、The Teacher、Clarity、明瞭さ、The Lovers、Union、団結で、これが戦車のカードが The Path になってます。Exploration、これが探検っていう意味かな。で8番 The Strength のカードが The Fourth になってます。でキーワードに Strength って書いてます。このカードがすごい自分が気に入ってるのが、全てのカードにこのキーワード分かりやすく書いてるところ、なんか私はタロットのすごい初心者なので今勉強中なんだけれども、例えば吊るされた男とか塔とか出ても結局はどういう意味なんだっていうのがちょっと分かりにくい時にキーワードがすごい助けてくれる。これ全部マイナーアルカナにも書かれてるので、これは美味しいポイントで、9番目のカード、これが忍者のカードが The Retreat になってますね。Contemplation、瞑想、熟考って意味。10番目運命の輪が、これが The Wheel、 Breakthrough、 突破口みたいな感じかな。で11番正義のカード、Justice が The、Divine Order、 これも名前変わってますね。Equilibrium、 ちゃんと読めてるかな私これ。落ち着きとか禁煙、 Justice が変わってます。で吊るされた男、12番目のカード、これが Turn Around、 これもキーワードっていうか名前が変わってて、 Revolution、 革命で、13番目の Death、 死のカードが The Release、 これドリームバーチューさんの優しいタロットカード、例えばエンジェルカード、フェアリータロットカードもそうなんだけれども、エンジェルタロットカードかなんかドリーバーチューさんの方でもこれは解放、リリースになってますね。でメタモーフィオシスっていうのかな、なんて読むんだろう、あんまり耳慣れない言葉、変質、変形でテンパランスのカード、節制のカードが、これが The Acceptance になってます。ドリームバーチューさんの方ではこれがバランスっていう意味のカードになってるんだけれども、このカードでは14番目に Acceptance、 Harmony、 キーワード調和、 Acceptance なんか受け入れって意味だよね。で15番目の悪魔のカード、 The Devil のカードが名前が変わってて Shadow、 これがドリームバーチューさんのタロットカードではエゴっていう名前のカードになっているんだけれども、このカードでは Shadow、 影、 Fear、 恐れって意味で、16番目にエゴっていう名前が来てます。これが塔、The Tower のカードが、このカードでは The Ego のカードになってます。Clasp、 破壊。ドリームバーチューさんの方ではこれが Life Experience、 人生経験とカードになってるんだけど、やっぱりそのカードデッキによっていろんな著者の作風の違いが出てますね。で残り全部説明してからちょっとまた注訳つけたいんだけど、17番目は同じ Star のカード、Hope、希望。18番目 Moon、 Illusion、 幻想。19番目 The Sun、 Vitality、 活力。20番目で審判、ジャッジメントのカードがここでは The Awakening、 Emergence、 出現、発生というふうになってます。で21番目最後 The World、 世界のカードがここでは The Universe のカードになってますね。 Expansion、 展開で、このトニーさんのこの絵
この方オラクルカードもすごい出されてるんだけれども、この方のカードをご存知の方は見覚えのある絵もすごい出てきてると思うんですよ。でこのチャービーさん、テニスチャービーさんっていうこの著者の方がこのトニーさんの絵をすごく気に入って、でタロットにどうしてもしたいっていうふうに、後付けっていうのかな、結局はこの意味はこの彼の絵にインスパイアされて、それになんか似たような当てはまるようなところに持ってきてるので、タロットのために描かれた絵じゃないんですよね。結構オラクルカードで使われた絵がこっちに入ってきてたりとか、だからそのものによってはなんか意味とこの絵なんか合わなくないっていうのがたまにあったりとかするんだけど、私はこの絵が狙いで買ったからその辺を了承するとしても、読みやすいカードではないことは確かなのかな。絵が好きじゃないとあんまりメリットがどうあるのかなっていう感じではありますね。でこれがメジャーアルカナカードで、マイナーアルカナ、このマイナーアルカナがすごい癖のあるカード揃いで、まずマイナーアルカナって通常だったらワンド、カップ、ソード、ペンタクルっていう風にあって、並びが本当にこのワンドが火の要素で、カップが水の要素、ソードが風の要素で、ペンタクルが地の要素、この火、水、風、地の順番で来てるんだけど、このカードでは謎に名前ももちろん変わってる、独自のカードではよくあることなんだけど、名前が変わってるのと同時に並びも変わっていて、この順番的にこのマイナーアルカナのカードがソードにあたるエンジェル、これが最初に来てるんですよ。でソードのカードが先に来て、このハートカード、これがなんか水の要素にあたるカップ、これが2番目に来て、これは一緒ですよね。ソードが来てカップが来て、で今度ツリーのカード、これがペンタクルズにあたるカードが3番目に並びが来ていて、で次にスターのカードになってます。これがワンズにあたるんですよね。通常だったらワンズのカードって先に来るんだけど、これは最後に来てます。なのでソード、カップ、ペンタクル、ワンズの並びで来てて、名前もエンジェル、ハーツ、ツリー、スターズって変わってるから、結構ねこんがらがるんだけれども、このマイナーアルカナのカードも1枚ずつちょっと絵を紹介していきたいと思います。Ace of Angels, Wisdom, Two of Angels, Balance、バランスで、Three of Angels, Clarification、解明、浄化かな。The Rest、これが Four of Angels で、Five of Angels、これが Withdrawal で、なんか引くこと、引き戻りっていうのかな。よく銀行行くとの Withdrawal って引き出しみたいな感じで出てくるんだけれど、で Six of Angels、Transition、移行、移り変わり、Seven of Angels、Progress、前進、Eight of Angels、Confusion、混乱、Nine of Angels、Guardian、守護者みたいな感じかな。なんか天使が守護天使が来てますね。これ Ten of Angels、Surrender、降参かな、委ねるって感じで、コートカードはページ、ナイト、クイーン、キングって同じような並びになってます。結構ドリンバーチュさんのカードだとまたちょっと違ったりとかしてるんだけど、ドリンバーチュさんのオリジナルのカードでは何になってるの、スプリング、フェアリーカードはスプリング、サマー、ウィンター、オータムとかなってて、ごめん、間違った。そう、ドリンバーチュさんのフェアリーカードとかでは、ページがプリンセス、ナイトがプリンス、クイーンが同じクイーン、そこかキングがキング。プリンスとプリンセスだけちょっと変わってるのかな。でも、トニーさんのカードは、そう、なんか同じようになってるので、結構これは読みやすい感じかな。で、Page of Angels、Mysticism、神秘主義、Knight of Angels、Watcher、万人、監視人みたいな感じ。Queen of Angels、Visionary、洞察、予言みたいな感じかな。King of Angels、Peaceful Warrior、平和な戦士。
でカップのカードに当たるのが今度はこの Hearts のカード。 Ace of Hearts Love, Two of Hearts Union。 これがラバーズのメジャーアルカのラバーズのカードと全く結構売り二つっていうか、ポジションも一緒だしキーワードも同じカード。 Three of Hearts Joy 喜び、 Four of Hearts Depression 絶望、 Five of Hearts Sorrow 悲しみ、 Seven of Hearts ごめんなさい飛ばしちゃった。 Six of Hearts Past 過去、 Seven of Hearts Choice 選択、 Eight of Hearts Co-dependency 共依存、Nine of Hearts Stability 安定、 Ten of Hearts Culmination 絶頂みたいな頂点、 Page of Hearts Innocence 無垢純真さ、 Knight of Hearts Romance ロマンス、 Queen of Hearts Sixth Sense 第六感、 King of Hearts ヒーラーのカード。なんかすごいこの大胆なこのなんか誘ってるような表情が何ともたまらないこの人の作風なんですよね。で次がペンタクルズのカードにあたる Trees のカード、木のカード。 Ace of Tree Abundance 豊かさ、 Two of Trees Flexibility 柔軟性、 Three of Trees Dedication 献身、 Four of Trees Growth 成長、 Five of Trees Limitation 制限、なんか限界みたいな感じかな。綺麗な絵で、 Six of Trees Receiving この受け入れ Receiving そうだね。 Seven of Trees Contemplation これが熟考瞑想みたいな感じ。 Eight of Trees Skill 技術能力、 Nine of Trees Refinement これが Refinement なんか改善精錬みたいな感じの意味かな。 Ten of Trees Loyalty 忠誠、 Page of Trees Dreamer 夢見る人、 Knight of Trees Custodian 管理人守衛さんみたいな感じ。 Queen of Trees Nurturer なんか育てる人育む人、 King of Trees Architect 設計者建築家みたいな。すごいこの何とも言えないキングの目が。で最後ワンズのカードにあたる Stars。 私これなんで Stars 持ってきたのかなって、エンジェルさんがいてハート心があって木があってで火の要素を持ってるのが Stars。確かに Stars でもメジャーアルカナに Star ってカードがあるからちょっと違う名前をつけてもよかったんじゃないかって思うんだけども、絵的にはすごい星のカード綺麗かな。綺麗ですよね。で Ace of Stars Creation 創造、 Two of Stars Boldness 大胆さ、 Three of Stars Visions 先見性洞察力、 Four of Stars Advancement 前進進歩、 Five of Stars Diversity 多様性。私今トロントに住んでるんだけれどもまさにトロントみたいなカード、多様性、いろんな人たちがいる街なんですねここで。Six of Stars Success 成功、Seven of Stars Faith 信頼、Eight of Stars Surge 急上昇跳躍とかって意味なのかな。で Nine of Stars Perseverance っていうのかな。あまり私がよくわかんない単語だこれ。忍耐で Ten of Stars Hoarding 蓄積で Page of Stars Curiosity 好奇心、虎がいますね。で Knight of Stars Adventurer 冒険家、 Queen of Stars Illuminator なんか照らす人、啓発する人、クイーンの絵で King of Stars Alchemist でこのカード結構大きいんですよ。どれだけ大きいかというと、例えば普通のドリームバーチューさんのカードがあったとして、私今このエンジェルセラピーオラクルカードっていうのを持ってるんですけど、だいたいオラクルカードと比べて若干小さいくらいなんだけれども、
このカード一枚一枚が結構厚みがあるので、ちょっとすっごい分かりにくいけど、78枚のタロットカードと例えばこれ44枚のオラクルカードを比べた時に倍以上になるんですよ。こんな感じ。倍以上ありますよね。で、普通の自分が持ってる一般的なこのライダーウェイトタロット、私このラディエントの缶に入ってるの持ってるんだけど、ちょっと小さめ。このカードは一般のタロットカードにもちょっとちっちゃいんだけど、ちょっと厚みだけ見ていくと同じ枚数があるのにもかかわらずこんなに違います。で、大きさも約2倍で、もう一個ね、私が持ってるタロットカードが日本だけで売っているこのカード、じゃん、マカロンタロット。これすごい私この本大好きなんだけど、分かりやすいし可愛いし、可愛いだけじゃなくてかなり細かいです。で、勉強するには本当にこれ私もう最強な本だなと思って買ったんだけど、これについてきたこのちっちゃいカードこんだけ違う。でも比べてみるとこんな感じ。相当でかくて、しかも、でかいだけだったらシャッフルちょっと手が小さいと難しいかなってぐらいで済むんだけど、このカード他のカード結構ちゃんと滑りやすいんですよ。だけど一枚一枚がなんか知らないけどちょっとこうなんか滑りが悪くって、なんともシャッフルしづらい。なんとかできるかな。で、これ気をつけなきゃいけないのが、一枚一枚滑りが悪いってことは結構2、3枚一緒になって取れてくるカードが結構多いので、たまにね、私気づいたんだけど、一生懸命こうやってシャッフルしてもまとまったカードが結構2、3枚まとまってシャッフルされるってことがすごい多様に出てくるので、結構ね、いっぱいシャッフルしても重なってたりするんですよ。例えば2、3とかね、ちゃんと全部きれいにシャッフルされてないことが結構多々あって、これシャッフルする時には決意を持って覚悟を持ってシャッフルしないとかも2つに分けて、よく海外の方がやるようなこういうカードをね、なんか私結構トランプだとよくこういう風に持つんだけど、結構こっちの人たちこう切る人が多いのかな。だから切れないわけではないんだけど、カード自体の滑りがすごい悪いので、厚いから、丈夫ではあるんだけど、ちょっと扱いやすいとは言えないカード。でもそれを持ってもすごいこの裏も可愛いし、私は何よりも彼のこの独自の大胆な、結構なんかこれとかってね綺麗なんだけど、すごいなんだろう、このカードすごい好きですね。ガイアオラクルっていうカードにも同じ絵が使われてるんだけど、なんか綺麗なカード、これも綺麗だし、なんかちょっとこれはなんか色鉛筆で描いたような、あんま好きではないかな。なんかこの作風が好きな人には多分とてもたまらないのではないかなって。これすごい綺麗。個人的にはあんま人の顔とかね描いてない方が好きなんだけれども、なんか一番気に入ってるのは、これもすごい私はいいなと思うんだけど、こういう風な、なんだろう、これもいい感じ。ちょっと暗いかな。私これは好き。これ大好きですね。この世界ユニバースのカード。この絵とか、これも悪くないかな。こういうのとか、よく悪くないけど、やっぱ人の顔が描いてるのってその人の作風がダイレクトに現れるから、こういうのは別にいいんだよな。なんかこうアップで来るとすごいですよね。第3の目の周りにハートが7つとか、なんか
同じ人が描いたのでもやっぱその描いた時期によって若干やっぱ色鉛筆で描いたのだったりとか、なんか作風が違ってたりして、これはカバーの写真、これも結構悪くないかな。これすごいよね。これは結構なんか笑えるんだけど、個人的にこれも結構素敵。これも結構素敵かな。なんかそんな感じで好き嫌い分かれるカードではあるかもしれない。全部の絵が私も好きってわけではないんだけど、そんな悪くないな。なんかちょっと癖の強い、でも丈夫でよくできてます。これ気をつけなきゃいけないのが、オーストラリアの出版社とアメリカの出版社2つから出てて、私はこのオーストラリアの出版社、ブルーエンジェル、ここから出てるのを買ったんだけれども、アメリカの出版社からも出てます。なので多分ね、ちょっとカードの質とかも変わってくるんじゃないかなと思う。そう、このラバーのカードがちょっと前、さっき言ってたのと同じのありましたよね。ユニオンっていうキーワードの同じハートのカードで、どこ行ったかな。これTwo of Hearts と、これ意味合い的にもカップの2のカードとラバーズのカードって若干似たような意味合いがあるっていうんだけど、ほんと見て一緒でしょ、ほとんど。むしろこっちの方がなんか私ラバーズのカードにふさわしい感じもするんだけどな。でもハートが書いてあるからTwo of Hearts なのか。そうなので、とってもカードの質とか大きさは見やすくはあるんだけど、シャッフルしやすいかって言ったらちょっと大変な感じです。まだアプリ出てないのでね、紙で買うしかないんだけど、実際のカードを買うしかないんだけども、私は買ってよかったと思ってるけども、紙質がもうちょっとユーザーフレンドリーな感じだったらもっと良かったかなっていう感想です。しおり、これがパッケージに入ってます。日本でもなんか売ってるんだけど、多分ほとんど買われてる人がまだいないかもしれない。ちょっとマニアックなカード、The Art of Tarot カード、Art of Love タロットデッキでした。